こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて建築ターンは前回から引き続き、130層まで残り10種類です。積雪を積み終われば他は素直な建築材ばかり。ついその先の建築材集めを考え始めてしまいます。今度こそ、時間無制限一本勝負のメガタイが探しが待ったなしね。いえ密かに、先にディスペンサーの材料集めで廃坑に潜るのもありです。計算したら雲の糸があと2スタックほどで足りるんです。で、そういえば雪ブロックの上に積雪が積めるか、試したことがなかったです。さすがに雪同士で相性は悪くないでしょうに。ガラスに裏切られてから疑心暗鬼に陥っています。さて前回は120層までの建築を行い、積雪の下支えのブロックに悩まされました。そして影の呪いは移動ターゲットに決めた様子だったわね。さてその影は、順調に移動を目指しているようです。どうも拠点に帰ってる間に伸びた様子です。拠点からだと秒が距離圏外なのかしらね。再び秒がするときに、なぜ光源処理がなされないのでしょうか。さて、一つ目積んだ直後に思ったのが、やっぱりこれじゃない感です。灰色粘土の内側に白は際立ちすぎです。積雪積めば隠れるわよ。まあ積みづらいだけに考える時間は十分あり、この間に、下支えに使ったために不足する雪ブロックの数を暗算しました。積雪の材料と被るものね。で、今手持ちでは途中までしか積めません。後でスノーゴーレムからもらい受けねばならぬ雪玉は、約1000個ほどとなります。でも一方、メサで材料を集めて灰色粘土を作るなら、往復含めても15分ほどで済むんです。メサの採掘終了宣言しなければよかったわね。つまり問題は、その宣言をどうごまかすかということなんです。後日談とか懐かしのメサへ再びとかはダメよ。ともかくこぼれ落ちた雪ブロックの回収に勤しまないと。余剰の雪ブロックは2スタックほどで、今落としたのはその半分ですが、予備が減るのは不安材料です。つまり、予定通りなら無駄な回収になるわけね。帰りに秘密通路の石炭を回収するので無駄足にはなりません。で、落とした場所はピラミッドのギリギリです。見上げれば首が痛いので、砂に映るピラミッドの影の微妙な陰影で見極めようとしたのですが、もう少し太陽が沈んでくれないとわかりにくいです。でもこんなこともあろうかと、対角線に並べた松明をたどればバッチリです。最初から松明頼りに探しなさいよ。さて間もなく日が落ちるので、今晩は闇の村で一泊するために少々待機です。それにしても、ピラミッドは村から見た方が迫力を感じます。これなら納得の進捗 92.8% です。建築中は上辺だけしか意識してないものね。さて拠点に戻ってメガ隊が遠征の準備を。今サトウキビを回収すれば、出発直前で多分もう一度回収できそうです。もうすぐスタックで2桁になるんじゃないの？万一余ればエメラルドを買い占めるのに使います。そしてこの隙を突かれて、ラバたちが逃げ出しました。まあ隙があったものね。さてアイテム整理を済ませ、いよいよこの企画での、メサとのお別れの日がやってきた第2弾がやってきました。そのごまかし方もどうかと思うわよ。一応スノーゴーレムのデメリットの話をすると、実のところ、スノーゴーレムで雪を大量に集めたことがありません。前にウィザー戦でスノーゴーレムを活躍させようとした時に、全部溶けてしまったような想定しないことが起こり得ます。で、メサで再度採掘することには、一つ大きなメリットがあります。目の前にある、メサに来て早々目をつけた小山ですが、まだ下層部の型焼き粘土を掘り残しているんです。そういえば最後は大地の頂上で採掘してたわね。これを心残りに企画終了してしまうと、メサを採掘し尽くしたい病がこじれる可能性があり、この企画で採掘しきることでそれを予防できるというわけです。現実的なプレイ時間を考えて、
さすがにやらないんじゃないの？まあとりあえず、この辺までが小山だったということにして、今設置したビーコンが地面ということにします。奥の型や記念度を取り尽くすのね。で、コンパクトなビーコンでは効果は届かず、うっかり足元を掘ってしまったので、ついでに覗き込んでみました。石の手前までは型や記念度なのね。では橙色の粘土の方はどうかというと、橙のようです。さて、掘り始めてから4分ほどで、ようやく霧の良い感じで小山の採掘を完了できました。空中に色付き粘土が浮かんでいるのはいいのね。あれは不要な浮遊物なので問題ありません。なお確か、バージョン 1.8 ではバイオームの広さをカスタマイズできるんですよね。試したことはないですが、それさえ使えばメサ採掘し尽くしは、現実的な範囲に入るんじゃないかと。実際目にするまでは迂闊に言わない方がいいわよ。さて、出発してから戻るまでの時間は13分で、計画通りです。特に何もなかったものね。不往なんかいた。あれ、もしかして一瞬でネザーにお帰りでしょうか？テリーと入れ違いね。洞窟に避難していただけだったようです。よかった。これからメガタイが探しが待っているのにレア物引いちゃっていいの？チキンジョッキーではなかったので大丈夫です。多分。さてそういえばこの洞窟、まだ立ち入ったことなかったです。中には誰もいないですよね。今のうちにです。早速運が減ってきてるわよ。さて奥の方は、深そうだったので帰ります。鉄鉱石がちらっと見えたわよ。で、せっかくなので和み要員として雇いたいのですが、何をあげたらいいのでしょうか。ダイヤの剣含めた装備一式ね。取れたて石炭や天然物の橙色粘土では受け取り拒否です。交渉不成立なので引き下がることにします。さて、危なかったです。ネザーから通常世界に戻ってから4分17秒。あと少し気づくのが遅れたら、リードをロスとするところでした。もうロバしかいないけどね。迂闊に広く探し回るより、以前ラバが登っていたチェストの上に立つ方が、ラバを見つけやすいはずです。うおう。やっぱり全然見当たらないわね。なんでだか、脱走されても焦る気にならないんです。これが子供ゾンビピッグマンの和み効果というわけね。効果は絶大です。なおラバは、ひとまず死角になっているレール付近を探したらあっさりです。これだけの距離の脱走は、今までの最長記録です。そして次はリードを持ってゾンビピッグマンとの再交渉です。リードとか、交渉する気ゼロよね。効果を思い知ったので、強引でもスカウトしたくなりました。なおこの拠点裏の洞窟も、考えてみたら探索したの初めてです。またも交渉不成立とは。そろそろリードのウィキを読んだ方がいいわね。さて、改めて121層目の建築です。先ほどここを離れてから、優に30分以上経過していて、なかなか予定通りにいかないものです。余計なことをやっているからよ。全部メガタイガが悪いんです。いややっぱり、メガタイガはとてもいいバイオームです。そして、今度こそ本命の積雪8枚重ねです。これは、積み間違えたらわずかな雪玉しか回収できないので、350回ほど慎重に8を数えることになります。つまり8拍子ね。で、折り返し地点あたりまで来ると慣れてきて、トントン、みたいな感じです。8拍子じゃないじゃないの。さてそろそろ、飛んでも大丈夫そうです。わかりづらいわよ。で、そういえば 3×3 の地図の下3枚は、この積雪の層で更新終わりです。つまり今回更新してしまえば、次からは中央の村の地図だけ持参すれば済むようになります。ちょっと雪目になってしまったようで、どれが積雪だか見分けられません。ネザー経由したからよ。それから6分、最後の直線に入りました。チェストの出し入れが面倒なので、
ゴールに近めなところにチェストを置いておきます。一度に全部作ればいいんじゃないの？予備はなるべく雪ブロックのまま保存しておきたいんです。ちなみに8倍速にすると音が軽快です。そして調子に乗りすぎました。ここまでミスなかったのに。で、121層を積み終えたところで、立方体換算での建築材が10万トンで118個となりました。大台に乗ったということね。憧れていた巨大建築の桁なので、ちょっと感無量気分です。さて、今回はここまでとなります。次の収録で建築ターン終了までプレイを進めていますが、詰め切れませんでした。最近予定通りにいかないことが多いわね。まだブランクの名残があるようです。そういえば前回から、次回の投稿を3日ほどとしていますが、2日や4日更新も時々あるかと思います。基本作りためをしていないので、他の用事やモチベーション次第でふらつくこともあるのでご了承ください。では次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。